止められていたタトゥー事情についにハンが言及。男の人にしかわからないタトゥーよりも痛かったというまさかのあれにステイも大爆笑。今までタトゥーを入れているという噂が一切なかったスキズですが、ハンが SBS ガヨデジョンの時に着ていた衣装の胸元からタトゥーが見えていたことから、ハンがタトゥーを入れたのではないか、それともタトゥーシールという疑惑が浮上。その時はほんの一部しか見えなかったものの、ステイはこのタトゥーがどんな文字なのか、どんな言葉の意味があるのかすぐに調べ上げたのです。恐るべしステイのリサーチ力。最初に話題となった胸元のタトゥーはブレスドという英単語。ブレスドには喜ばしい、幸運な、ありがたいなどの意味があるんだそう。その後もワールドツアー中に着ていたハンの衣装から鎖骨や脇腹などにもタトゥーが見えたことから、これは本物のタトゥーではないかという説が濃厚になったのです。ですが本物説が浮上した後もしばらく本人が言及することはなく、ステイの間で謎のままだったのですが、ハンがついにインスタライブでタトゥーについて言及したのです。ヒョンジン、ハン、フィリックスの3人でインスタライブをやっていた時のこと。ステイから自尊、腹筋はとハンの腹筋を見せてほしいとコメントが来ます。するとハンは、もう知ってる子は知ってると思うんだけど、ここに続いて脇腹にもタトゥーを入れてるから知ってるでしょとタトゥーを入れていると正式に認めたのです。このタイミングでのカミングアウトにヒョンジンもびっくり。これに続いて、大丈夫よ、多分怒られるけどそれ言及しないでって言ったよねってさと事務所から怒られる覚悟でタトゥーについて話してくれたハン。こんな赤ちゃんみたいなポワポワなお顔なのにゴリゴリにタトゥーが入っているなんてセクシーすぎます。ハンの口からタトゥーの告白を受けたステイは、一番タトゥーからイメージが遠そうなハンが入れてるのかわいい、ハニのタトゥーなら心底愛せるとハンのタトゥーまでも可愛がっちゃうステイ。痛みが強いことから諦める人も多いタトゥーですが、ハンはタトゥーよりも痛かったものがあるんだそう。ついにタトゥーについて言及したということで、ヒョンジンがレーザー脱毛とどっちが痛かったのとハンに質問。アイドルの脱毛事情聞いていいんだろうか。タトゥーの方が痛いのかなと思いきや、俺はレーザー脱毛の方が痛かったとまさかの回答が。本人曰くレーザー脱毛がものすごく痛かったようで、レーザー脱毛の時どれだけ止まったと思う。俺マジで本当にちょっとで大丈夫なんでとレーザー脱毛中の悶絶している様子を再現していました。そして顔の脱毛は特に痛かったと話すハン。あと顔がめっちゃ熱くなるじゃんとハンが言うと、それなマジそれな、わかるわ、ここに熱気がねと大共感するヒョンジンとフィリックス。ちょっと待って、君たちファンの前でずっと体毛の話してるよ、大丈夫。ハン曰く体は少し痛くても我慢できるけど、顔が痛いのは我慢できないんだそう。顔の皮膚が薄いのかもねとフィリックスが言うと、ああそうなのかなと納得したハンですが、その後ヒョンジンに知らんけどと言われ、となんだか寂しそうなハン。アイドルの脱毛事情新しすぎる。ワールドツアー東京2日目、頬に絆創膏を貼っていたハンジソン。可愛らしい絆創膏だったためファッションかと思いきや、実は本当に怪我をして貼っていた絆創膏だったんだそう。ハンがこの方の傷についてもインスタライブで話してくれました。自尊はほっぺたの傷治ったねとステイがコメントします。すると、切っちゃったとこねと頬の傷について説明します。なんとハンは出発する10分前に起きてしまい、これ大変だと思って急いで顔を洗ってひげを剃っていたんだそう。するとカミソリで顔を切ってしまったというハン。それを聞いたヒョンジンは、顔切ってってなったんだねと言うと、それに続いてハンもってなってと成人男性とは思えない可愛らしい効果音で痛みを表現します。というかまた毛の話、スパッと切れちゃって泡ついてるところが赤くなってうわーって出てきてとその時の状況を一生懸命説明するハン。聞いているだけで鳥肌が立ちます。あの時は本当に痛かったとハンが言うと、だから脱毛しなきゃと脱毛を勧めるヒョンジンですが、痛いのが大嫌いなハンは、痛いじゃんと脱毛はやりたくない様子ですが、ハンはカミソリで怪我をしたのでカミソリが怖くなりレーザー脱毛してる動画を見たんだとか。ですが動画内で怖そうにしている人を見て、しばらくは自分でヒゲを剃ろうとレーザー脱毛はまた諦めたハン。
皮膚科のレーザーはもっと痛いとヒョンジンから聞き、絶対やらないと心に誓ったハンでした。甘いもの大好きで痛いのが怖いの。かわいい。カミソリもレーザー脱毛も嫌がるハンに次はワックス脱毛を勧めるヒョンジンとフェリックス。実はヒゲ用のワックス脱毛を買ったことがあるというハン。ヒゲ用のワックス脱毛を使ったハンですが、言葉にならない、マジでと相当痛かった様子。こんなもんだろうと思ったらいきなり違うとハンがその時の様子を熱弁する中、それを想像して爆笑するフェリックス。その話を聞いたヒョンジンが、ねえヨンボがあれ覚えてると何かを思い出した様子。フェリックスもああ昔と思い出したようで、2人で盛り上がっている様子を見て、ちょっと待って、同じ宿舎だったのに俺知らないんだけどと嫉妬するハンですが、リビングの真ん中にいるから見てるよ、見たけど覚えてないんだよと実はハンもその場にいた様子。ワックス脱毛のちょっとずつ剥がして塗ってという動作が痛くて面倒くさかったというフェリックスは、いっぺんにやっちゃえと思ってヒョンジンに手伝ってもらったんだそう。ですがこの2人のやり方が異常だったのです。どうせやるんだから1回でやっちゃおうとなんと一気に全身に塗ったんだそう。 T 字にやっていくうちに下にと細かく説明し、ちょ生々しすぎと突っ込まれるフェリックス。そして厚く塗りすぎてなかなか剥がれなかったのだとか。ハンもヒゲ用のワックス脱毛をやった時に剥がすのに苦労したようで、共感しながら大興奮の3人。剥がれなかったところはドライヤーで温めて剥がしたというハン。この話を聞いて、でも最終的にはできたじゃん、4ボギも結果できたからとスーパーポジティブなヒョンジンとフェリックス。マジ冷や汗出たわ、全部塗ったのに剥がせないんだもんとあの時の絶望を話すヒョンジン。本来の使い方ガン無視でやるなんて、ここでもパボが出てしまっています。ここで TikTok ラブなフェリックスが鼻毛をワックスで抜いている人がいたとすごく興味深そうに話します。これを聞いたヒョンジンは聞き間違いかと思ったのか、どこともう一度フェリックスに聞き返します。自分が見た動画を再現するフェリックスに対して、アイドルなので鼻毛はやめときましょうか。お聞かせ苦しい話がいくつかあったと思いますが、と冷静になって止めに入るハン。ステイからワックスラチャと言われ、僕たちはもうワックス使ってませんと全否定する3人。アイドルも毛の処理をするんだと、なんだか親近感が湧いてしまいます。ですがここまで赤裸々に話して、後からマネージャーに怒られなかったのか気になるところです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。